皆様こんにちは。イノーガニック美獣の若子です。今日はですね、リクエストをいただきました天然石について解説をしていこうと思います。今日ご紹介していく石っていうのが、仕事はすごく一生懸命頑張れる、家族に対してもすごく一生懸命尽くして頑張れる、周りに対しては一生懸命になれるのになぜか自分のことは後回しになってしまうという方にぜひ持っていただきたい天然石ということで、こちらの淡いピンク色が可愛いローズクォーツについてお話ししていきたいと思います。ローズクォーツって誰しもが必ず1回は聞いたことある天然石だと思うんですが、恋愛運アップの石として認知されている方が多いんじゃないかなと思います。で、私はお客様にご案内するとき、ローズクォーツは結構セルフラブの石としてお話しすることが多くて、お客様の叶えたい願いとか思いに合わせて魔法の守りチャームポットを調合させていただくのですが、そこにローズクォーツを選ぶときって意外と恋愛成就を目的にされている方っていうよりは、願いとか悩みを読ませていただいているときになんとなくこの方自分のこと後回しになっているなって感じる方、自分の意見が言えなくていつも周りに振り回されてしまうとか、すごく忙しくてイライラしてストレスが溜まっている、疲れているっていう方、そういう方はまず自分を大切にしてほしい、自分をいたわってほしいなという思いを込めてローズクォーツを選ぶことが多いです。で、過去にですね調合したお守りの中で、長年の夢を叶えるために新しい職場に行くことが決まったんだけど、自分が結構人見知りで新しい環境に馴染むのもすごく苦手で不安なので、そんな自分に寄り添ってくれるお守りを調合してほしいっていうリクエストをいただきまして、多分周りにすごく気を使ってしまう方で自分が後回しになっているなというふうに感じたので、まずは自分と向き合って自分をいたわって本来の目的であるチャレンジっていうところをブレずに目標として持つ、さらに自分の中の愛のエネルギーを高めることによって周りと調和する、そういう入り口になる石としてローズクォーツを調合しました。ローズクォーツっていうのは自分の中に本来から持っている美しさっていうものを引き出して相手から魅力的だなと思ってもらって、それが恋愛につながる、そういう石だというふうにご案内しています。で、私は結構日常的に天然石をライフスタイルに取り入れるっていうのが好きなのですが、ローズクォーツのおすすめの取り入れ方は寝室に置いていただくことです。例えばこういう大きめのローズクォーツのタワーだったら枕元に置いていただいたりとか、ちっちゃなローズクォーツのかけらはこんな感じでオーガンジー袋とかに入れていただいて、で特に子供部屋ですね、不安を感じやすかったりとか一人で寂しいっていう時に安心感と幸福感をもたらしてくれるというふうに言われているので、こういうラベンダーのポプリを入れていただくとすごく香りもリラックスできるので、安心して深い眠りに誘ってくれるんじゃないかなと思います。で、私はいつもこのクリスタルフィックスっていうこの本を参考にしているんですが、おすすめの天然石の取り入れ方だったりとか、ローズクォーツに至っては美容パックのお話とかも載っているので、ちょっとそれはまた別の機会にご紹介したいと思います。で、もちろんローズクォーツは寝室だけじゃなくって、例えば最近ちょっと疲れ気味だなとかイライラストレスが溜まってるなっていう時、こういうハート型のローズクォーツもすごく可愛いと思いますし、タンブルでもいいのでポーチとかに入れていただいてカバンに忍ばせていただくのもおすすめですし、なんかちょっと疲れたなっていう時はちょっと握ってあげたりとかしてリラックスしてあげるのもおすすめです。で、こういう天然石ってやっぱり肌に触れることによって天然石に込められた意味合いを再認識して、なんかイライラしてるなっていう時にふっと心のこわばりが取れたりとか、自分を大切にしなきゃっていうことを思い出させてくれたりとか、そういうきっかけになるのがお守りとしてすごく大切な要素なんじゃないかなと思います。で、チャームポットはお部屋に飾れるお守りとしてすごく可愛くて、私もお気に入りで何個も飾っているのですが、やっぱり日常的に身につけられるお守りが欲しいなと思っていて、こういう
ローズクォーツのブレスレットをお作りしました。で前回持ち主を悪いものから守ってくれるっていうこのモリオンのブレスレットを作ったのですが、こちらがかなり好評だったのでローズクォーツのブレスレットをお作りしました。こちらのブレスレットはヴィーナスという名前です。愛と美の女神から取っていて、セルフラブをテーマにしています。でそのままのローズクォーツだと少し可愛い感じになってしまうので、オーラコーティングすることで大人っぽくローズクォーツを身につけられるんじゃないかなと思って、オーロラコーティングをしているローズクォーツを選びました。光の当たり方によって若干照りが出るというか色が変わるのが通常のローズクォーツにはない表情を出してくれていて、でポイントはキラキラと輝く多面カットを施した三日月型のクォーツをポイントにしています。こんな感じで光に当たるとキラキラと輝いて、ですごく肌にも馴染むので大人っぽく可愛く使っていただけると思います。魔女が紡ぐという言葉をいつもブレスレットの時は使っているんですけど、これはもう本当に一つ一つ石を選ぶところから一本一本手で組むところまで全て私が自分でやっているので、なので自分にちょっと自信がないなとか、もっと自分を大切にしたいなっていう方に、自分を大切にするための愛のお守りとしてぜひ身につけていただけたら嬉しいです。